どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースと伝説のパンクロックバンド、ザ・ブルーハーツです。ブルーハーツとは、小田先生や僕の世代が少年時代に最も衝撃を受けたパンクロックバンドで、このブルーハーツの名曲がワンピースの世界観にもしかして反映されているのではないかというのが今回の考察です。若い人や海外の方には馴染みがないかもしれませんが、できるだけわかりやすく歌を歌って考察していきます。本物の原曲を聴きたい人は概要欄またはコメント欄にブルーハーツ公式 YouTube の楽曲リンクを貼っておきます。ただし、昔から僕の動画を見てくれている人ならご存知のように、そんなに歌は上手くありません。頑張って耐えましょう。よろしくお願いします。ただし、最新話をまだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。3月15日、Twitter の DM で、小田先生はブルーハーツのボーカル、河本大翔さんの名言を引用しているのではないかという DM をいただきました。その名言とは、ダイヤモンドは永遠の輝きって言うとるけど、せいぜい100年しか生きられん人間に永遠の輝きを売りつけてどうするんじゃ。俺らが欲しいのは今だけです。という言葉で、その言葉を小田先生は引用してるというのですが、検索しても元ソースは見つかりませんでした。しかし、ここからブルーハーツ世代の僕はピンときました。確かにワンピースにはいくつもブルーハーツの名曲が隠れているかもしれないと。なぜなら小田先生はパンクロックが好きそうだからです。僕、パンクロックが好きだ。例えば、1013話のタイトル、アナーキー・イン・ザ・ビッグ・マムは、イギリスのパンクロックバンド、ピーストルズの名曲、アナーキー・イン・ザ・ UK をもじったタイトルでしょう。そのピーストルズのベース、シドビシャスに影響を受けているのが、ブルーハーツのボーカル、河本大翔さんです。今回はその、河本大翔さんが、かつて所属していたパンクロックバンド、ブルーハーツの名曲と、ワンピースの関係を考えてみます。まず一番わかりやすいのは名曲、首吊り台からです。この曲は1話の1ページ、自首をしたロジャーと繋がりそうです。生まれた時に迷い始めた。地図も磁石も信じちゃないさ。死んだら地獄へ落としてほしい。どこへ行くのか、どこへ行くのか。100万ドルの賞金首だ。捕まえておくれ。最高のラストシーンは首吊り台から歌ってあげる。首吊り台から笑ってみせる。1話の1ページ目で自首をした賞金首ロジャーは首吊り台で笑ってみせました。そしてもちろんルフィも首吊り台で笑ってみせました。次に考えたい名曲は少年の歌です。パパ、ママおはようございます。今日は何から始めよう。誰のことも恨んじゃいないよ。ただ大人たちに褒められるようなバカにはなりたくない。そしてナイフを持って立ってた。そしてナイフを持って立ってた。そしていろんなことが思い通りになったらいいのにな。1話で初めて登場したルフィはナイフを持って立ってた。さらに1044話でギアフィフスを覚醒させたルフィは俺のやりたかったこと全部できると言っていました。さらにロジャーと同じ海賊王を目指す1話のルフィはこれも名曲英雄に憧れての歌詞とリンクするでしょう。惜しまれながら死んでゆく英雄に憧れ、あんまり平和な世の中じゃかっこ悪すぎる。ああ、宣戦布告、手当たり次第。そうです、これが若者の英雄に憧れ。102巻 SBS によると、幼いルフィはシャンクスに聞いた海賊王ロジャーの話に憧れて海賊王になると決意したようです。次に嘘つきという楽曲も考えましょう。これは空白の100年やウソップにつながりそうです。嘘が本当になる。本当が嘘になる。歴史のその中で本当が言えるかな。せめて100年はバレない大した嘘をつく。この曲がモチーフなら空白の100年とは大方の予想通り嘘つきの100年なのかもしれません。またこちらの動画ではルフィのモデルはハックルベリーフィンではないかと考えましたが、ブルーハーツの名曲1000のバイオリンにはハックルベリーフィンが登場しています。夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや
ハックルベリーに会いに行く。台無しにした昨日は帳消しだ。ヒマラヤほどの消しゴム一つ。楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどの。このようにワンピースにはブルーハーツの楽曲を見出せそうです。次に考えたい名曲は青空です。名曲青空はそのまま空島編とつながりそうです。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。神様に賄賂を送り、天国へのパスポートをねだるなんて本気なのか。生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう。歴史が僕を問い詰める。眩しいほど青い空の真下で。空島編に登場した月の民ワイパーたちはまさにインディアンがモチーフでしょう。そして空島スカイピアに入国するには神エネルへの賄賂が必要でした。そして空島編の最後にルフィは青空を生み出しています。続いて考えたいブルーハーツの名曲はやはりトレイントレインでしょう。トレイントレインはそのまま海列車が登場したウォーターセブンとエニエスロビー編につながりそうです。栄光に向かって走るあの列車に乗っていこう。土砂降りの痛みの中を傘もささず走っていく。世界中に建てられてるどんな記念碑なんかより、あなたが生きている今日はどんなに意味があるだろう。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる本当の声を聞かせておくれよ。トレントレン走って行け。トレントレンどこまでも。トレントレン走って行け。トレントレンどこまでも。ここは天国じゃないんだ。かといって地獄でもない。ここが地獄じゃあるめえし。このようにトレイントレインの世界観がウォーターセブン編からエニエスロビー編に反映されているかもしれません。特に自由と銃のダジャレはルフィそのものです。そしてさらに考えたいブルーハーツの名曲は情熱のバラです。永遠なのか本当か、時の流れは続くのか、いつまで経っても変わらない、そんなものあるだろうか。この冒頭の歌詞が不老の存在、イム様を表している可能性があるかもしれません。さらに見てきたものや聞いたこと、今まで覚えた全部、でたらめだったら面白い、そんな気持ちわかるでしょう。はい、わかります。24年間ルフィの悪魔の実はゴムゴムの実だと認識していましたが、それはでたらめでした。答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方、情熱の真っ赤なバラを胸に咲かせよう、心のずっと奥の方、心のずっと奥の方にゾーン系ヒトヒトの実、幻獣種ニカはこれまで眠っていました。ゾーン系の悪魔の実には意志が宿っていると言います。そしてニカに覚醒したルフィは満月をバックに飛び跳ねていましたが、ブルーハーツについて考えていたら、そんな飛び跳ねている太陽の神ニカルフィとブルーハーツのライブでおなじみ河本ひろとさんのジャンプとも重なって見えてきました。以上です。今回はワンピースとブルーハーツについて考えてみました。他にもブルーハーツの歌詞には月や夜明け、お日様や嵐などワンピースっぽい歌詞が数多く登場しています。しかし小田先生はブルーハーツではなく人気バンドミスターチルドレンのファンだと公言しています。だからこそブルーハーツの楽曲にはワンピースの根幹に関わる秘密が隠されている歌詞があるかもしれないなんて妄想も浮かんできました。最後に僕が好きな河本ひろとさんの名言で締めましょう。不確定というか絶対にこうだって言い切れないものがあればあるほど面白いと思うよ。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。
チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。